こんにちは。ステップスポーツみずほ店のみやねです。今回は久しぶりのコメント返しを行っていきたいと思います。なかなかできていなくて申し訳ございませんでした。久しぶりなのでたくさんの質問に返していきますが、私の独断でコメントを選ばせていただきました。私の意見での回答になりますが、少しでも参考になれば嬉しいです。また今後もどんどんコメント返しもしていきたいと思いますので、商品や陸上に関する質問をコメントでいただけますと嬉しいです。どんなことでも構いませんので、気兼ねなくコメントしてください。それではやっていきましょう。コメント返しへレッツゴー。はい、それではたくさんのコメントを返していきたいので、早速やっていきます。まず1つ目の質問です。マジックスピードとフューエルセル RC エリート2、どちらの方が沈み込みがありますか？みや姉さんの感覚で教えてください。ありがとうございます。ズバリフューエルセル RC エリート2です。フューエルセルのクッションはみや姉の走り方では使いこなすことは難しく感じました。それくらい柔らかさがあります。特に注意すべきは RC エリート2のかかとの部分が大変柔らかいために、全速部で設置する人に使っていただきたいです。本当にエリート選手ではないと完璧に使いこなすのは難しい印象です。ただクッションは本当に気持ちいいので、柔らかい設置感が好きな人にはぜひ試していただきたい一足でもあります。次に、こちらは質問というわけではないのですが、ちょっと答えさせていただきます。みやね、実業団の選手だったのか？はい、実は実業団で走っていました。ただ怪我をしてしまってほとんど走れていなかったです。2年間は所属していましたが、両太ももの大腿骨疲労骨折をしてしまい、その時に陸上はやめてしまいました。皆さん本当に怪我には注意しましょうね。次に、長距離スパイクについての質問です。コスモレーサー MD2 とアディゼロアバンチを練習用本番用に分けて使用することは大丈夫でしょうか？おすすめできますか？練習用本番用に分けて使用は可能です。分けることでスパイクの耐久性も上がり、トレーニングの質も上がるので、もちろんおすすめできます。しかし質問者様のメインの種目は何でしょうか？それによって使い方も分かれますが、練習用で使うならどんなメニューにおすすめなのかをご紹介いたします。まずアディゼロアバンチはクッションもあり、ロングで使えるスパイクになりますので、1キロ以上のインターバルでおすすめです。またはレース相当のペースで練習するときや、足への負担を少しでも抑えたいときはショートインターバルでも使用をおすすめいたします。コスモレーサー MD2 でしたら400m から 1500m がメインのスパイクになるので、ショートインターバルにおすすめです。他にもコスモレーサー MD2 のみを持っていて、 1000m のインターバルなどでスパイクを履きたい場合には、ピンの長さを 5mm にして使っていただきたいです。今 7mm がついているのですが、ピンの長さを短くすることにより負担を軽減することができます。スパイクの使い分けやピンの長さの調節でまた違った感じで練習ができますので、スパイクで練習される場合はぜひ参考にしていただけると嬉しいです。続きまして4つ目の質問ですね。 3000m のおすすめのスパイクを教えてください。足の負担を抑えて後半まで足を持たせて走りたい人は、コスモレーサー LD2 とクロノディスト7の固定ピンのスパイクがおすすめです。そしてストライド型の選手であれば、クッションがあるアディゼロアバンチやドラゴンフライがおすすめですね。でもアバンチやドラゴンフライだと反発が強すぎて負担が気になるけど、スパイクのピンの間隔のスパイクがいいということであれば、反発が少なめのジオスパート LD やハイパー LD6 がおすすめです。ちなみになかなかスパイクで練習できる環境にない選手は、ランニングシューズと近い感覚で使える、最初にご紹介いたしました固定ピンのタイプのこの2足がおすすめです。足への負担も少ないので走りやすいと思います。はい、では次にコスモレーサー LD2 は
1500m で使えますか？もちろん使えます。推奨種目として1500m から10000m になっていますので、全く問題ないです。特に後半追い上げ方、足に負担を減らしたい方におすすめです。ちなみに体が小さい女の子や男の子は 800m から使っていただくのもおすすめになります。しかし 800m、1500m をメイン種目でよりスピードを出したいという方であれば、こちらのコスモレーサー MD2 がおすすめになります。はい、では次の質問です。学校行事で9キロのロードレースがあるのですが、シューズは厚底レーシングか薄底レーシングのどちらがいいですか？こちら高校1年生の方からいただきました。ズバリ走り方に合うシューズを選んでいただきたいです。今使っているシューズの裏を見ていただいて、前足部から中足部が削れていれば厚底シューズの方がより走り方を活かし、かかとが削れているのであれば薄底レーシングがぐらつきを抑えてくれるのでおすすめです。アップダウンが激しいコースは薄底シューズがおすすめになります。体幹がしっかりしてないと下りで着地した時に厚底を履くとぐらついてしまいます。ちなみに厚底すぎない厚底でアディゼロプロやロケット X があります。カーボンシューズの中でも安定感があるので、こちらおすすめになります。はい、それでは次の質問に行きます。これはめちゃくちゃいい質問いただきました。高校1年生はサングラスは必要ですか？中長距離選手の方からいただきました。はい、必要だと考えます。サングラスの役割は目からの紫外線疲労を抑えてくれます。眩しい時にこうやって目を細めてしまいますよね。その行為は目を疲れやすくしてしまいます。可能であれば高校生でもサングラスを使っていただきたいです。他にも視野が狭くなるため集中力がアップも期待できます。高校生では使っている人を見ることが少ないですが、学校で取り組んでいるところもあるそうですよ。これからさらに日差しが強くなりますので、より快適に走るためにも学生さんだけではなく全てのランナーに使っていただきたいです。続いてはメタスピードエッジの動画からの質問です。中学生の3キロの駅伝でも使って大丈夫ですかね？結論からお話しさせていただきますと、大丈夫です。厚底シューズのメリットは後半まで足を持たせながら走ることができるところです。他メーカーのカーボンシューズに比べると安定感もあり走りやすいです。今まで挑戦できなかったけど挑戦してみたいという人にはおすすめになります。しかし足首が柔らかい人や設置の時間が長くなってしまう場合は設置した時にぐらついてしまい怪我につながる恐れもありますので、足ができてからチャレンジする方がおすすめになります。はい、じゃあ次の質問はアディゼロプロ足裏痛くなるんです。助けてください。もしかしたら質問者様は規定パーツが落ちてしまっている扁平足ではないかと考えます。クッションはありますがカーボンプレートが入っているために硬さがあります。そのために足の裏に直接衝撃が当たりやすく測定筋膜炎に近い症状が出ているのではないかなと思います。その場合は足の負担を軽減するために毎日のケアが重要です。扁平足の方や足裏に痛みがある方は足の裏が硬く突っ張ってしまっている方が多いです。毎日ケアマッサージをしてほぐすことにより痛みや負担を和らげることができます。もう一つは足裏のトレーニングです。皆さんタオルギャザーってご存知ですか？タオルを下に引いて裸足でタオルを掴むトレーニングです。あとはグーパーをすることによって足裏を鍛えることができます。トレーニングとケアも両方できたら一番いいですね。もう一つ、幅が広い方でしたらアディゼロプロは細身のシューズなので幅が合わず足の裏がキューッとしわ寄っている状態でも足の裏が痛くなったりします。その場合はアディゼロプロの紐の通し方、こちらで調節しても良いですし、最初はジョグから使っていただいて履き慣れてから長い距離に使うのもおすすめです。次にレーシングスターご紹介時の質問に私の考えでお話しさせていただきます。
ラバーの凹凸って減りやすいですか？やり投げをしているのですが、アップシューズやトレーニング用で使いたいと思っています。凹凸部分だけで見ると減りやすいですが、ランニングシューズより耐久性がありますので、安心して使ってください。ちなみに、跳躍投擲のトレーニングは短距離よりも大きい力がかかるので、どちらかといえばクッションの厚みがあるビルドトレーナーがおすすめです。こちらも設置時のブレは少なく安定しますので、やり投げの練習でも使いやすいですし、しっかりと足を守ってくれる感覚があるので、安心して使いやすいのがいいですね。ビルドトレーナーはオーダーで作ることもできますし、毎年夏頃に発売されているモデルですので、もう少し待っていただいてもいいかもしれません。ぜひそちらも検討してみてください。それでは最後の質問です。こちらもレーシングスター紹介時の質問です。質より量のトレーニングでも使えますか？使えないことはないです。ただ、量を走るということは少なからず足に負担をかける行為になるので、使い分けを前提で使っていただきたいです。そうしないと怪我をしてしまいます。速く走るためにトレーニングするのに怪我してしまったら意味がないからですね。特にレーシングスターはスパイクに近い接地感でトレーニングができるシューズということで、薄底で固めのソールを使用しています。そのため、もしレーシングスターをメインのトレーニングで使いたい場合は、それ以外のアップやダウンは厚底のクッションシューズで足を守っていただき、疲労を少しでも抑えることができるように使い分けをしてほしいです。足の状態を見ながらどのシューズでトレーニングするかは自分の足と相談しながら選んでいただきたいです。ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。皆さんいかがでしたでしょうか？現在シーズン真っ只中ですが、怪我もなく自己ベストに向けて少しでもお手伝いができたらと思います。これからコメント返しを行っていきたいと思いますので、ガンガンコメントください。お待ちしております。それではこの動画につきまして、高評価、低評価、コメント、チャンネル登録、ぜひともよろしくお願いいたします。それではまたの動画でお会いしましょう。さよなら。また見てはんよはい、最後までご視聴ありがとうございました。ステップスポーツカナダ店のマキです。はい、ありがとうございます。さて、今回ミヤネーによるコメント返しをご覧いただきました。今回は質問の数もとても多くて、大変ためになる動画じゃなかったかと思います。そして前回マジックスピード100キロレビューにおいて、1000キロメートルのレビューお待ちしておりますというコメントいただきました。ありがとうございます。ただこの1000キロメートル、個人的にはとても面白い企画だと思ってるんですけども、ただ、いかんせん、間違いなく尺が長くなるんですよ。なので、ステップチューブのネタがなくなった時に覚えていましたら挑戦したいと思います。今日の一言、人間は忘れる生き物です。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。